それはオリンピックとかサッカーのワールドカップとかと比べるとまだまだだとは思いますけど、着実に大会としては進化してきてるんじゃないですかね。2006年、世界の野球は動き出した。大会を重ねるごとに進化するワールドベースボールクラシック。歓喜と挑戦の20年、数々の歴史が刻まれてきた。2017年、ワールドベースボールクラシック。頂点から遠ざかって4年、日本は挑戦者の立場で始まった。日の丸を背負った一発目が山本浩二さんだったので、そこからずっと僕は国母さんにお世話になってるので、僕の中ではやっぱ本当特別な方ですね。はい。で、国母さんってね、日本代表のメンバー一人一人に手紙を書いて出すんですよ。自分が書いてね。そういうところ一つ一つを取っても、やっぱり選手に対してリスペクトを持った状態で接してくれるっていうのを僕自身がすごく感じましたし、国母さんを胴上げしたいっていうよりね、やっぱ思ってみんなやってましたし、やっぱ相当気持ちは入ってましたね。はい。Vandenberg will start tonight's game. He threw 4 scoreless innings in the first game in Korea. You see his numbers from a year ago here in Japan, pitching for the SoftBank Fukuoka Hawks. すごいいいピッチャーでしたからね、ソフトバンクいる時ね。バンデンハークってなった瞬間、もうふざけんなよとなったの覚えてますもんね、自分で。マジかよみたいな。あの時のその絶望感。メンバー変えてくれと思いましたもんね、僕。バンデンハーク全然打てねえから、誰か違うやつ出してくれと思ってたんですよ。シーズン通して全く打ててなかったピッチャーではあるんですけど、シーズン通して何回も対戦してるデータが生きましたよね。スライダーのホームランなんてもう完璧な狙い撃ちですから、シーズン打ててないけどあの場面で打てたっていうのは何か倍の喜びがあったというか、それぐらい自分の中でなんか爆発的な喜びがあったのは覚えてますね。やはりその軸となって打線をね引っ張っていかなければいけない立ち位置で選出されてると思いますし、そういった中で重さをしっかり背負ってなんかバチッとさまざまなものがはまった時の中田選手の雰囲気っていうのはすごく印象に、残ってますね。何度も動く流れ。しかし勝負は決まらない。一球ごとに空気が張り詰め、緊張だけが静かに積み重なっていく。そして試合はタイブレークへ。いやー、せいやがねバントする打席に立つ前に僕のとこ来て、僕バントなんであと任しましたって言ってきたんですよ。何やねんこいつ、めっちゃかっこええやんけと思ったのめっちゃ覚えてますよ。めっちゃかっこいいことしてくるやんみたいな。それでなんかバチンとなんていうんだろう、僕の中でボルテージが上がったのはありましたね。おっしゃ任しとけっていうようなね。僕自分で言うのもあれですけど、ああいう場面の集中力半端ないんですよ。もう気持ちが入った時の絶対もう死んででも打ってやるっていうような気持ちでやっぱ打席立ってたのを覚えてますし、なんですかね、ああいう時って本当自分の中でもゾーンに入る瞬間があって、そういう時っていうのは本当にボールがすごいはっきり見えるというか、ちょっとスローに見えるというか、そういうタイミングではありましたね。もうなんか僕の中ではせいやが打たせてくれたのかなと思ってますけどね。If Japan wins this ball game, 2-2, and it's over. Japan is headed to Los Angeles, and so are the Netherlands. プロが参加するようになった国際大会で、ベスト4外したこと一回もないんですよ。ここはベスト4からが僕は勝負だと思ってるんで、ベスト4になってくると力だけじゃやっぱ勝てないんで、そういう運の要素もいりますし、ミスとかやっぱここ1本打てるかどうかっていうところと勝負どころの勝ちっていうのもあるんで、やっぱりこういう国際大会トーナメントっていうのは準決勝が一番大事な部分ではあるので、
そこに勝ったらやっぱりその勢いっていうのがついてきますからね。やっぱ球場の雰囲気がすごいんですよ。本当これどう表現したらいいか分かんないですけど、もう試合前からもしかしたらもう飲まれてたのかもしれないですよね。なんかちょっとこう普段通りのプレーができない、一歩目がどうしても遅れてしまうだとか、これ普段だったらね、初球からよっしゃ甘い時からよっしゃ勝ち込んであるぞみたいな気持ちで打席立ってても、なんかその初球なんか手が出ず、なんか大事にいってしまう場面が多かったりとか、来たと思ってこう打ちに行っても何かこうあれめっちゃ差し込まれてるみたいな、そこの戸惑いはやっぱすごく大きかったですね。あれどうやって打てばいいんだって、ベンチでみんな言ってましたから、あれツーシームどうやって打つねみたいな。もうその時点でやっぱ結構追い詰められてたのはあるかもしれないですね、日本側がね。その年も本当に1次ラウンド2次ラウンドと菊池選手のプレーっていうのは本当に素晴らしかったですし、これはもう、ね、NPB のこうレギュラーシーズンでももちろんそうなんですけど、我々はねスーパープレーにこう慣れてしまうほど本当にたくさん素晴らしいプレーを見させてもらっている中で。Breaking ball, bounced to second base that eats up Kikuchi. Took a bad hop and Yelich is on his way to second. その瞬間はね、もちろんやってしまったなって思うんですけど、でもよく考えたらね、いや自分のとこ飛んできててもちょっと俺もやってるかもなって思ったのはありましたね。慣れないグラウンドであったり、慣れないボールであったり、そういったなんか慣れない打球であったり、いろんなものが重なったとは思うんですけれど、でもそれほどやっぱこの大会の難しさであったり、何かこう大会を象徴するし、僕の中でこう芯にはなっているかというか、菊池選手がっていう、ほんのわずかなほころびが流れを変え、主導権はアメリカへ。日本はその一歩先に届かなかった。なんか試合終わってね、自分が冷静にフッとなった時に、うわ情けねえなみたいな思ったのもやっぱ覚えてます。選手同士でそういう会話をしたのも覚えてますから、情けねえな俺らっつって、あんなに何のビビってんだ俺らみたいな、話をしたのも覚えてますから、もっともっとね、そういう時に自分たちのプレーを発揮できるように、もっとこう上を目指してね成長していかないといけないなっていうマインドになったのはありますね。2023年ワールドベースボールクラシック、過去最高になると期待され幕を開ける。その舞台には世界最高峰のプレイヤーが名を連ねていた。僕らの時はなんか変なプレッシャーがあったりとかっていうのはもちろんありましたけど、お祭りじゃないですけど、ちょっといい意味でねそういう風に捉えれるようになってきてるのかなと思いますよね。いやー全く違うんじゃないですかね。2006年の時には本当に、直前合宿でもそこまで人がたくさん来ることはなかったですし、強化試合もガラガラとは言わないですけど満員になることはなかったですし、世間のこう見方、も違うんだなっていうのは本当に最近は感じますね。メジャー組の選手の存在っていうのはすごく大きいと思いますね。メジャーでやっぱりその戦ってきてやっぱりいろんな情報だったり経験っていうものを日本で戦ってる選手に伝えられるって部分があるので、ダルさんがこうまとめるだったり、翔平がねミーティングでいいこと言ってねこう盛り上げるだとか。いやもう実際大谷選手がアメリカで大活躍していて、本当に日本人でもやっぱりそのすごい結果を残せるっていうのを証明してくださいましたし、お仕事でね野球以外でもそうですけど、いろいろな国の方たちとお話しさせてもらったりとかする機会あった時に、日本人だという話をすると、これまでね結構アニメであったり漫画であったりのお話をしてもらう機会というのが多かったんですけど、やっぱ最近はねやっぱ大谷選手の名前ワードがバーンと出てきたりすることも増えてますから、いや本当に世界のスーパースターだなっていうのをすごく実感してます。メッシだロナウドだっていうのでもこうやって見たわけですから、そのメジャーの選手たちもやっぱ大谷選手を見てこいつはすごいんだって、本当にすごいんだって言ってることが
僕らからは考えられないことなので。いやもうスーパースターですはい。見てて本当にすごい気持ちいいなと思ったのが野球を楽しんでる。もちろん投げる方すごかったんですよ。この選手はピッチャーで多分すごい化け物みたいな選手になるだろうなって僕は思ってたんですけど、まさか打つ方でもねここまですごい選手になるとは思ってなかったですね。確かに。入ってきた当初は僕はチームで4番打ってたので、まだまだ打つ方はね、もう芯食ったらまだ俺の方が飛ばせるわって思ってたんですけど、2年後ぐらいにもうすぐ抜かれてたんですね年々進化して帰ってくるんですよ、キャンプインの時。お前こんな打球飛んでたっけみたいな。それなりのね努力ももちろんしてきたと思いますし、いろんな私生活の面でもねいろんな部分を削ってね野球と向き合ってきたのが大谷翔平ですから。大歓声に包まれながら日本は確かな強さを示していく。勝利を重ねるたびその存在感は増していった。もうレベルがどんどん上がっていってると思うので、スモールって言われながらでもやっぱホームランで勝ってきてるんで、日本人もそういうパワーがついてきたんじゃないかなと。互角に戦っていけると思うんでね。一人一人の役割が噛み合い、攻守にわたって隙のない戦いを積み重ねていく。その姿は次第に一つ上の段階へと進化していった。いやすごかったです。球場の雰囲気ももちろんそうですし、僕練習取材からねグラウンドに行かせてもらって、大谷選手のね代表的な有名な言葉もある通りのそのマインドというか、凄まじい緊張感の中で僕も球場で見させてもらいましたね。やっぱり他の国のメジャーリーガーたちもちょっとその WBC に対する考え方っていうのが変わってきたんじゃないですかね。序盤から一進一退の攻防が続き、日本は粘り強い守備と確実なバッティングで得点を重ねる。メキシコも決して引かず、激しい攻防がグラウンドを支配する。試合は1点ビハインドで9回の裏へ。アメリカ大陸に行って僕が一番感動したのはやっぱり大谷選手が打ってセカンド走っててヘルメット取ってみんな怖いってやった、僕は感情だったんですよ。やっぱ瞬間に出た熱いものっていうものにすごく心を惹かれたといいますか。メキシコがもう勝ったよなっていう雰囲気を出してたと思うんですよね。でもその中でもその日本の選手たちが諦めなかったっていうところと、大谷選手があそこまで感情を表に出してそのチーム全体スタジアム全体を盛り上げたっていうところもすごく大きいし、打った後も込みで全てチームが勝つためのことを考えてやってるんだっていう、ただ感情を爆発させただけじゃなさそう。なのでやっぱ姿を見るとやっぱこっちも本気でやっぱよし頑張れっていう風な気持ちになりましたし、自分がその場にいるような緊張感であったりだとか、ちょっと手に汗握る感覚といいますかね。ヘルメットをバーって外しながら二塁に向けて走ってる姿、チームを鼓舞するようなねジェスチャーから、いや改めて何か野球っていいなって。ちょっとヘルメット取った時はちょっと危ない。いや冷静やな。大丈夫かってそれぐらいね。かぶっといてもらえます。それ思った人いないんだよ。あれでヘルメットが危ないと思った人一人もおらへんのよ。いやほんま危ないんでね。いや危なくないんで大丈夫、大丈夫ですから。後ろやしその心配でちょっと多分失神せずに済んだんですね。ほんまか。それぐらい興奮することや。あれ取ってなかったら多分僕失神してたんですね。そして不振のまま耐え続けてきた村上の打席へと回る。He just wants another chance at
It's here. The chance is here right now. すごくね村上選手苦しかったと思いますし、ずっとクリア、ずっと4番を打ってね、あれだけ注目されてるやっぱ日本代表の4番を打つっていうのはそれだけのプレッシャーが大きいですから、本人とねここ会話をさせてもらう瞬間の時に苦しい時間なのかなっていうのも目の当たりにはしてたので、村上選手もやっぱね人の子ですから、相当苦しかったと思いますし相当悩んだと思いますし、打てるのかなこのままって思ったりとか、うわどうしたいいんだっていう方向性ばっかりにいってしまうので、これこそ野心というか、ここで俺折れてたまるかっていう気合の顔、なんか俺は負けへんぞみたいな顔してたのが、あれはしびれましたね。ずーっと戦ってきた積み重ねた努力と根性で打ったっていう、より近い距離でねこう話をさせてもらえる間柄でもあったというところですごくグッとこう胸にくるものありましたね。選手スタッフの皆さんのおかげでもあるし、やっぱ一番は栗山監督ですよね。新聞等含めてねいろいろ批判がある中で、それでもね意地でも変えないと、俺は村上を信じてるっていうね、そういう時だからこそ村上選手自身にねここの自分自身で打破してもらいたいっていう気持ちは多分強かったと思いますし、村上選手はやっぱしっかりと答えましたよね。メキシコ戦を制した日本、いよいよ決勝アメリカ戦へ。Play ball. So here we go. The World Baseball Classic Championship game tonight. そうですね。やっぱ日本人のピッチャーの凄さはねもう十分分かってたんで。本当に世界で通用する投手陣が日本にはこれだけいてっていうところも感じましたし、決勝戦でしっかりみんながこう自分の力を出しながら勝ち取ってる姿を見ましたので、日本はやっぱり強いんだなっていうのはより思いましたね。先発ピッチャーの人たちがこう途中から出ていってっていうそういう調整をしてなかったと思うんで、そこの難しさはあったと思うんですけども、もう次の日がないと、もう決勝なんでもう誰もがもういつでも投げれるよっていう感じの調整はしてたと思うんで、それがうまいことはまったんじゃないかなと。激しい打ち合いが続く中、わずか1点の差で日本はリードを保つ。勝利の行方は最後の1球まで誰にもわからない。いやもうまず投げる投げないという話がもうある中で、いや可能性あるよねっていう試合展開によってはっていう。Shohei Ohtani walked from Team Japan's dugout to the bullpen. どんだけ野球好きやねんっていう野球好きすぎるやろっていう、もう頭上がらんやんっていう感じですね。まさか本当にあんなことになるとは思ってなかったですね。あの頃だからメッシとクリスチャーノ・ロナウドが戦う感じになってるのを見て、これがなんかめっちゃ遠くに思えてたけど、今日本人がそこにいるという、ありきたりな表現しかできないのが申し訳ないぐらいですが、本当漫画のような世界戦じゃないですか。だって試合前にそれぞれの国のこの国旗をね手に入ってきて、もうシナリオ誰か書いてこうやっていったらすげえよねって、でも何かにこう導かれてるんじゃないかなって思うぐらい、両選手もうトップオブトップの最後の最後本当にいい勝負をね、あれがもう国際試合、仲間だった人とは戦わなきゃいけない。チームメートの選手とこう国と国で対戦するってなかなかない中で、やっぱりこう楽しみなのと、やっぱりなんかちょっと複雑な気持ちっていうのも、楽しそうに投げてる、戦ってるっていうのは見えてたので、どうやってそこにねたどり着くようになったのっていう部分は思いますけども、普段戦うことのない相手とやってたわけですから、2人の世界っていうのがあったんじゃないですかね。2人とも楽しんでますよね、その対戦を。トラウト選手も見ててなんかこうどこかニコってする場面があったりだとか、やっぱりそういうところが会話見れたので、やっぱ野球って面白いなって、やっぱ最後の最後にこの2人の直接対決になるんだなって、完全にこうねファン目線で見てましたね。
その試合解説してましたけど、2006年大塚さんも最後グリエルをスライダーで三振取って世界一で、2009年もダルビッシュがスライダーで最後三振取って世界一で、大谷翔平得意球スライダーじゃないですか。野球知らない人でもなんとなくすごい雰囲気だっていうのは見てて分かるくらいの。野球の神様っているんだなって、どうしたら面白くなるか、やっぱ分かってんだなって思いながら。いやー興奮しましたね。もう喉枯れましたもん本当に。いやすごかったです、今思い出しても。競技は違いますけど、やはりこう見ると自分もなんかこうプレーしてる感じで、そのやっぱゲームの中に入っちゃうので、今まで見た野球の一打席対決の中で一番おもろかったかもしれないですね。過去の大会見てても最後スライダーで三振なんで、僕はなるべくしかなったと思ってるんで、だから2026年も最後そういう状況になったらスライダーで終わるかもわかんないですね。誰も怒らないですよね、グローブの初めてじゃないですか、グローブ投げて怒らんかった、あれ僕が小学校の時の試合とかでやってたらほんま思いっきりどつかれてますよ。それぐらい興奮したってことですよね。世界の舞台で日本人が喜びを表現してるって、なんかそんな見てきて育ってきてないんで、その嬉しさもありましたね。自分のミスで世界一を逃してしまったところから世界一を取り返してくれた瞬間でしたから、なぜかわからないですけど僕もちょっとホッとしたところありました。回を重ねるごとに各国の本当にトップ選手たちが自分も出るんだっていうところで、表明してくれることも多くなってきてますから、やはり真の世界一を決めるっていうところに近づいてきてるなっていう感じはしますよね。20年経つってことは多分今の選手、前回の2023年ぐらいから子供の時から WBC を見て、子供の時からずっと見続けた大会に自分が出ていくっていうところでは、やっと一周した感もあるんで、野球をねやってる子どもたちにも本当に大きな希望を与えるし、大きな目標をね与えてくれてると思いますので、子どもたちが本当にその憧れを持ってね、こうなりたいと思って野球やってる子たちもたくさんいると思うので、いろいろそうやってねつながっていってくれればねいいなと思いますね。僕も子どもたちに自分がプレーしてる間にそういう思いを持ってほしいっていう思いでプレーしましたんで、やっぱ WBC っていいよねっていう。野球を通じてさまざまな国へ取材行かせてもらってますけれども、やはりまだまだね野球が国全体に人口としても発展していない国もたくさんありますし、そういったところへのこの野球ベースボールというスポーツの良さというのをね知ってもらえるきっかけにもなると思いますし。I wanna amaze the world and then WBC someday。侍ジャパンに絶対選ばれます。WBC で MVP 取ります。我想成为中国的大谷翔平。我想证明我们国家棒球的强大。I want to be remembered for my powerful home runs。世界一のホームランバッターになります。侍ジャパンでホームラン100本打ちます。大谷を絶対超えます。I want to be better than Shohei Ohtani。我想带领中国拿下 WBC 的冠軍。I will look up to Aaron Judge。アーロン・ジャッジから三振を取る。世界一の盗塁王になる。I want to be remembered for my hitting power。I want to be better than Cal Raleigh。I want to amaze the world with my swing。1兆円プレイヤーになる。憧れのままじゃ終わらせない。野球やってない子も今野球やってる子たちにも、向こうでプレーしてるメジャーリーガーたちもそうですし、 WBC っていうのはやっぱりみんなが目指してほしい大会、なってほしいなと思いますね。そこをみんな、大きなモチベーションにしてほしいなと、WBC はそういう大会だと思うので、勝敗だけでは語ることができない歴史を積み重ねてきたワールドベースボールクラシック。その一球一球に私たちは何度も感情を揺さぶられた。喜びも悔しさも全てがこの舞台に刻まれている。2026年3月、また世界がこの場所に集まる。物語は続いていく。